皆さん、こんにちは。たぬきおやじ流 Excel の正しい使い方チャンネルへようこそ。私はご案内役の赤さなです。どうぞよろしくお願いします。最初に、たぬきおやじからのお願いです。この動画を見る前に、Excel Basic シリーズ、データの取得と変換の動画をご覧ください。Power Query for Excel は、Excel から利用する機能です。Excel 側の機能をデータの取得と変換動画でご紹介しています。そちらから先に見ていただいた方が内容がわかりやすいと思います。リンク先は概要欄にありますのでご利用ください。それでは始めましょう。Let's begin。Power Query のベストプラクティスを Power Query for Excel に置き換えてご紹介しましょう。Power Query for Excel の内容をご紹介する前なので、内容はよくわからないと思います。しかし、ベストプラクティスは、Power Query を使う上での守るべき指針です。これを無視して Power Query を使っても、いいことはありません。一度聞いていただいて、Power Query の機能を勉強した後に、もう一度、見直すことをお勧めします。一つ目のベストプラクティス。適切なコネクターを選択する。Power Query for Excel には、コネクタという言葉は登場しません。Power Query for Excel では、Excel のデータタブにある、データの取得アイコンをクリックして表示される、数々のデータソース選択コマンドを選択することで、適切なコネクタが選択されます。クエリの初期段階、または、できるだけ早い段階で、データをフィルター処理することをお勧めします。クエリの目的に必要のないデータを除外することもベストプラクティスです。これにより、データプレビューセクションに関連するデータのみが表示されるため、目の前のタスクに集中することができます。Power Query Editor のフィルタリングをチェックボックスで行うと、選択と除外という認識がされて、選択されているアイテム数が半数以下の場合は選択が採用され、違う場合は除外が採用されます。フィルタリング処理は未来を見据え、新規に追加されるデータを除外したいのか、含めたいのかを判断して、自分でテキストフィルター等を使って意識的に設定しましょう。時間のかかる操作は最後に行う。特定の操作では、結果を返すために、完全なデータソースを読み取る必要があるため、Power Query Editor でのプレビューが遅くなります。例えば、並べ替えを実行すると、並べ替えられた最初の数行が、データソースの最後にある可能性があります。したがって、結果を返すには、ソート操作で、最初に、すべての行を読み取る必要があります。つまり、処理に多くの時間が必要になるわけです。可能であれば、より時間のかかる操作は最後に実行します。これにより、クエリに新しいステップを追加するたびに、プレビューがレンダリングされるまでの待ち時間を最小限に抑えることができます。データのサブセットに対して一時的に作業する。Power Query Editor でクエリに新しいステップを追加するのが遅い場合は、最初に上位の行を保持のコマンドを実行して、作業対象の行数を制限することを検討してください。次に必要なすべてのステップを追加したら、上位の行を保持のステップを削除して、対象をデータソース全体に戻します。これにより、クエリに新しいステップを追加するたびに、プレビューがレンダリングされるまでの待ち時間を最小限に抑えることができます。正しいデータ型を使用する。
パワークエリーの一部の機能は、選択した列のデータ型に依存します。例えば、日付列を選択すると、列の追加メニューの日付と時刻列グループのコマンドが利用可能になります。しかし、列にデータ型が設定されていない場合、これらのコマンドはグレーアウト表示されます。データを探索する。データの準備と新しい変換ステップの追加を開始する前に、パワークエリーデータプロファイリングツールを有効にして、データに関する情報を簡単に検出することをお勧めします。データプロファイリングツールは、パワークエリーエディターの表示タブのデータのプレビューグループで表示することができます。グループを作成する。作業を整理する優れた方法は、クエリウィンドウでグループを使用することです。グループの唯一の目的は、クエリのフォルダーとして機能することにより、作業を整理しておくことです。必要に応じて、グループ内にグループを作成することもできます。グループには、あなたとあなたのケースにとって、意味のある名前をつけてください。作業を文書化する。必要に応じて、ステップ、クエリ、またはグループの名前を変更したり、説明を追加したりして、クエリを文書化することをお勧めします。パワークエリーでは、適用されたステップペインに、ステップ名が自動的に作成されますが、ステップの名前を変更したり、説明を追加したりすることもできます。ステップ名の変更は、業務を引き継ぐという観点では、次の人が意味がわからない場合も発生します。たぬき親父流では、ステップ名は変更せずに、後ほどご紹介する説明の追加利用することをお勧めします。ちなみに、ステップ名は、クエリのオプションの地域の設定で、英語化することも可能です。ステップ名は変更できますが、シンプルでわかりやすい名前をつけるのは難しいので、ステップの説明を追加することをお勧めします。ステップの説明を設定するには、説明を追加したいステップを選択して、マウスを右クリックして表示されるコンテキストメニューの下部にあるプロパティをクリックして、ステップのプロパティダイアログを表示します。説明枠にステップの説明を入力して OK をクリックします。ステップに説明を追加すると適用したステップペインに情報アイコンが表示され、アイコンをマウスでホバーすると設定した説明がポップアップ表示されます。クエリのステップに説明が入力できたように、クエリ自体にも説明を設定することが可能です。クエリの説明を設定するには、クエリと接続ペインで対象のクエリを選択して、マウスで右クリックして、コンテキストメニューからプロパティをクリックします。クエリプロパティダイアログが表示されるので、説明欄にクエリの説明を入力して、OK をクリックします。設定した説明は、クエリと接続ペインのクエリを、マウスでホバーすると表示される、クエリのピークの上部に表示されます。クエリのピークは、クエリーオプションの全般タブで、表示、非表示を切り替えできます。グループにも説明を入力することができます。グループ作成時に表示されるグループの作成ダイアログには、説明を入力する欄が用意されています。ここに入力した説明は、クエリと接続ペインのグループ名の下に表示されます。グループを作成した後は、グループのプロパティから追加が可能です。
モジュール式のアプローチ。必要なすべての変換と計算を含む単一のクエリを作成することは可能です。しかし、クエリに多数のステップが含まれている場合は、クエリを複数のクエリに分割し、一つのクエリが前のクエリを参照するようにすることをお勧めします。このアプローチの目的は、変換フェーズを簡素化し、より小さな断片に分離して、理解しやすくすることです。パワークエリーは、ステップを順番に実行しません。処理が最適になるように順番を変更するのです。つまり、理解しやすいとは、パワークエリーにとっても、という意味も含まれます。ステップ数が20ステップ以上のクエリで、実行時エラーが発生する場合、後ほど紹介する前のステップの抽出機能で半分に分割するだけで、エラーが解消されることがよくあります。将来性のあるクエリ。今後の更新時に問題が発生しないクエリを作成することが最優先事項です。パワークエリーには、クエリを変更に対して回復力のあるものにし、データソースの一部のコンポーネントが変更された場合でも、更新できるようにするための機能がいくつかあります。他の列の削除、その他の列のピボット解除、エラーの削除など、将来の更新時に問題が発生しない変換の方法を探してください。ここでは、パワークエリエディターについてご紹介しましょう。はじめに、パワークエリエディターの構成をご紹介しましょう。エディターの上部は、おなじみのリボンが配置されています。リボンには、ファイル、ホーム、変換、列の追加、表示のタブが配置されています。画面左側に、クエリペインがあります。このウィンドウは、ウィンドウ右上の矢印ボタンで、展開、折りたたみが可能です。画面右側に、クエリの設定ペインがあります。このペインは、右上のバツで閉じることができます。再表示したい場合は、表示タブのクエリの設定をクリックします。リボンの下には、Excel でも、おなじみの数式バーがあります。数式バーが表示されていないときは、表示タブの数式バーにチェックを入れてください。画面中央がプレビューです。選択したステップのプレビューが表示されます。ただし、プレビューは最新とは限らないので、最新のプレビューを表示したい場合は、ホームタブのプレビューの更新をクリックしてください。画面の一番下にあるのが、ステータスバーです。現在の状況等が表示されます。最後に、マウスを右クリックして表示される、コンテキストメニューです。このメニューは、右クリックする位置で、表示内容が変化します。リボンには、ファイル、ホーム、変換、列の追加、表示のタブがあります。各コマンドをマウスでホバーすると、コマンドの簡単な説明がポップアップ表示されます。グレーアウトするコマンドがあるのは、列の型が一致していない複数列を選択する必要があるなど、グレーアウトする理由があります。特に、列の型の不一致により、グレーアウトすることはよくあります。ベストプラクティスでもご紹介したように、列の型は必ず指定しましょう。クエリペインは、アクティブブックに保存されているクエリが一覧表示される場所です。クリックして選択することで、対象クエリを切り替えて、クエリを確認したり、編集することも可能です。対象クエリを右クリックすることで、コンテキストメニューを表示することもできます。クエリをマウスでホバーすると、プロパティの説明に入力した内容が表示されます。ウィンドウの右上矢印ボタンで、
展開、折りたたみ可能です。クエリの設定では、プロパティ欄でクエリの名前を変更できます。クエリの名前は、わかりやすくシンプルにして、すべてのプロパティを開いて、説明欄に説明を入力することを強くお勧めします。適用したステップには、コマンドを選択して、追加した変形操作がステップとして追加されます。追加されるステップは、基本的には一つですが、ファイルの結合コマンドのように、複数のクエリと複数のステップが追加されるコマンドもあります。クエリの設定ペインが表示されていない場合は、表示タブの左端にあるクエリの設定をクリックしてください。プレビューは、適用したステップで選択中のステップのプレビューを表示します。プレビューは、常に最新データを取得して表示しているわけではありません。表示が古いと思ったら、ホームタブのプレビューの更新をクリックしてください。最新データを取得して、表示します。パワークエリエディターの3つのレベルの使い方についてご紹介しましょう。パワークエリエディターの使い方、ノンコーディング。パワークエリエディターでは、リボンからコマンドをマウス操作するだけで、データソースをいろいろな形に変換することが可能です。変換操作は、バックグラウンドでステップとして記録されます。この使い方が、Power Query for Excel の Power Query Editor では基本的な使い方です。一つのコマンド操作で目的を達成することは難しいですが、複数のコマンドを組み合わせたり、さらには複数のクエリを組み合わせることで、ノンコーディングでもできることはたくさんあります。この使い方は、ある意味、皆さんの頭の柔軟性が試される使い方なのです。ぜひ、試行錯誤を楽しんでください。パワークエリエディターの使い方、ローコーディング。記録されるステップは、パワークエリー M 言語で記述されます。記録された M 言語は、数式バーで確認することができます。数式バーには、ステップ分のコードが表示されるので、M 言語の理解に役立ちます。また、数式バーでは、記述された M 言語を修正することも可能です。コマンド操作で実現できないことも。一旦、コマンド操作で記録される M 言語を、数式バーから一部を修正することで、実現できることもたくさんあります。せっかく、ステップ分の M 言語が表示されるので、普段から確認する癖をつけて、M 言語の理解に役立てましょう。数式バーは、Excel と同じく複数行に展開可能です。また、挿入タブにあるカスタム列コマンドを利用すると、M 言語を組み合わせて、コマンドからは作れない新しい列を追加することも可能です。フルコーディングの知識がなくても、M 言語を使うことができるので、便利な機能です。パワークエリーエディターの使い方、フルコーディング。詳細エディターを使用して、独自の手順を記述することもできます。ただし、引き継がれる業務では、継続性を優先すべきです。フルコーディングでの利用は、次の人がメンテナンスできるレベルでの利用に留めるべきです。ちなみに、カンマは、行の最後ではなく、次の行の先頭につけた方が、行を削除したり、コメントアウトするのに便利です。パワークエリエディターの使い方。1、ノーコーディング。マウスのコマンド操作でクエリを作成。2、ローコーディング。数式バーを使って1のコードを修正。3、フルコーディング。詳細エディターを使って、独自にコードを記述。このように、
いろいろな使い方が可能なパワークエリエディターですが、継続し、繰り返され、引き継がれる業務では、できる限り、1のノーコーディングで対応し、対応できない場合や、定数をパラメーターに置き換える場合などは、2のローコーディングを使用。3のフルコーディングはメンテナンス不要のコードのみ利用すると、できる限り、難しいことは、避けることをお勧めします。1のマウス操作だけでもいいんです。私たちの目的は、パワークエリーのプロになることではありません。業務を効率的に、スムーズに継続することなのです。わかりやすく、引き継ぎやすいことを最優先にすべきです。だからこそ、基礎はしっかり身につけましょう。パワークエリーエディターの基本操作。パワークエリーエディターでは、データソースを変換してステップを追加します。そのステップの再編集や削除などの基本操作についてご紹介しましょう。列の選択。パワークエリーエディターの基本は、変換対象列を選択することです。ほんの一部、対象列を選択せずに実行するコマンドもありますが、ほとんどのコマンドは、対象列を選択することから始まります。列を選択するには、見出しをマウスでクリックします。選択した列は、薄いグリーンで識別されます。Excel と同じように、シフトキーやコントロールキーを併用して、複数の列を選択することも可能です。しかし、並び替えのように、複数の列を選択すると、グレーアウトして利用できなくなるコマンドや、列のマージのように、複数列を選択しなければ、実行できないコマンドもあります。ワンポイント。コマンドによっては、選択した列の順番に列を並び替えるコマンドもあります。列の順番が変わった時に思い出してください。リボンのホームタブの列の管理グループに、列の選択がありますが、このコマンドは、不要列を削除するコマンドです。単なる列の選択とは異なります。ご注意ください。ステップの編集。変換コマンドを実行して、追加された一部のステップは、ステップの内容を編集することが可能です。適用したステップペインのステップ名の右側に、ギアアイコンが表示されるステップが、編集可能なステップです。ステップを編集するには、ギアアイコンをクリックするか、ステップを右クリックして、コンテキストメニューから、設定の編集をクリックします。すると、ステップに対応するダイアログが表示されるので、そこで、ステップの内容を編集して、OK をクリックして、編集は完了です。ギアボタンが表示されないステップは、編集できませんので、ステップを削除して、再度ステップを追加してください。ステップの削除。パワークエリーエディターには、元に戻すコマンドはありません。元の状態に戻したいときは、追加したステップを削除します。ステップを削除する方法は、次の2つの方法があります。ステップを選択したときに、ステップの先頭に表示される、×アイコンをクリックするか、ステップを右クリックして、コンテキストメニューの削除をクリックします。最終ステップを削除する場合は、警告もなく、ステップが削除されますが、中間ステップを削除する場合は、警告ダイアログが表示されます。中間のステップは、削除すると、後のステップがエラーになることがあるためです。最後まで削除。一連のステップをまとめて削除するには、削除したい一連のステップの最初のステップで右クリックして、コンテキストメニューから最後まで削除をクリック。
ステップの削除ダイアログが表示されるので、削除をクリックします。この操作により、選択したステップと、後続のすべてのステップが削除されます。前に移動、後ろに移動。リスト内で、ステップを一つ上の位置に移動するには、ステップを右クリックして、前に移動をクリックします。リスト内で、ステップを一つ下の位置に移動するには、ステップを右クリックして、後ろに移動をクリックします。複数の位置を移動するには、ステップを目的の位置にドラッグ&ドロップします。コマンドやステップの組み合わせによっては、ステップを移動するとエラーが発生します。前のステップの抽出。一連の変換を別のクエリに分割することもできます。これにより、クエリを他のソースで参照できるようになり、同じ変換を複数のデータセットに適用しようとしている場合に役立ちます。ステップを新しいクエリに抽出するには、クエリに残したい最初のステップを右クリックし、表示されるコンテキストメニューから前のステップの抽出をクリックします。ステップの抽出ダイアログが表示されるので、新しいクエリ名に抽出するステップのクエリの名前を入力して、OK をクリックします。これにより、選択したステップより前のステップが新しいクエリとして保存され、現在のクエリのデータソースとして使用されます。深掘りワンポイント。ステップ数が多いクエリは、実行時エラーが発生することがあります。そのような場合も、この機能を使ってクエリのステップを少なくすることで、エラーを回避できる場合があります。セルのデータの確認。プレビューウィンドウで単一セルを選択すると、プレビューの下部にセルデータが表示されます。表示されたデータをマウスでクリックすると、データにカーソルが表示され、矢印キー等で移動することができます。ここでは、表示されたデータのコピーや、データの後ろにスペース等の見えない文字がないかを確認することが可能です。深掘りワンポイント。CSV ファイルを取り込んだときは、この機能で文字の後ろのスペースを確認して、スペースがある場合は、変換タブの書式にあるトリミングコマンドで、スペースを取り除くことを強く推奨します。行データの確認。プレビューウィンドウの単一行を選択すると、プレビュー下部に対象行のすべての列のデータが表示されます。列の多いデータの1行のデータを確認するのに便利です。セルの確認と違い、カーソルは表示されません。パワークエリエディターでの変換操作は、リボン等に配置されたコマンドをクリックして行います。ここでは、コマンドの配置場所や、エディターの終了コマンドについてご紹介しましょう。パワークエリエディターのコマンドは、次の3つの場所に配置されています。リボンの各タブに配置されるコマンド。マウスの右クリックで表示される。コンテキストメニューに配置されるコマンド。プレビューウィンドウのヘッダ部に配置されるアイコンコマンド。以上の場所からコマンドを操作できます。リボンに配置されたコマンドのうち、ホームタブと表示タブのコマンドはこのようになっています。表示タブのコマンド群は、エディターの表示に関するコマンドなので、このコマンドの操作によって、ステップが追加されることはありません。データの変換操作等のコマンドは、表示タブ以外のタブに配置されているのですが、変換タブと列の追加タブは、ちょっと特殊なタブで、
そこに配置できない変換コマンドが、ホームタブに配置されているイメージです。また、リボンに配置されるコマンドボタンには、行の保持コマンドのように、アイコンと文字が一体のボタンになっていて、どの部分をクリックしても同じボタンと、閉じて読み込むコマンドのように、アイコン部分と文字部分が分離していて、クリックする場所で別の動きをするコマンドがあります。閉じて読み込むコマンドの詳細は、後ほどご紹介します。変換タブと列の追加タブのコマンドは、同じコマンドでも実行結果が異なります。変換タブのコマンドは、選択した列をコマンドの結果で上書きするのに対し、列の追加タブのコマンドは、コマンドの結果を新しい列として追加するのです。変換する列のデータが必要ない場合は、変換タブのコマンドを使って列を増やさないようにしましょう。列の追加タブには、列を追加することが前提のカスタム列や条件列といったコマンドもありますし、変換タブには、列の分割のように、列の追加タブにないコマンドもあります。各コマンドの詳細は、別動画で詳しくご紹介する予定です。コンテキストメニューは、右クリックする位置で、図のように変化します。そこで使える機能だけが表示されるので、リボンから選択するより便利です。当然ですが、リボンから選択しなければならないコマンドもあります。プレビューウィンドウの列の見出しの前にあるのが、列のデータ型を指定するためのコマンドアイコンです。列の型は、無用なトラブルを避けるためにも、必ず設定しましょう。変換するとエラーになる場合でも、一旦、他の型に変換してから、新しいステップで再変換すると変換できることもありますよ。複数列を一度に変換したい場合は、変換する複数列を選択してから、変換タブのデータ型を使ってください。せっかくの機会なので、設定できるデータ型についてご紹介しましょう。一番上の ABC1、2、3のアイコンは、データ型が設定されていない状態です。この状態のまま放置しないでくださいね。Excel ユーザーの皆さんに注意していただきたいのは、時計アイコンの時刻型と期間型の違いです。マイクロソフトのヘルプの説明がわかりにくい日本語なのですが、時刻は時間ではないということです。あくまで24時未満の時刻値を保存する型で、時間値を保存するためには、期間型を使用する必要があります。行のフィルターは、チェックボックスのオンオフではなく、テキストフィルター等のコマンドをクリックして、行のフィルターダイアログから行いましょう。理由はいくつかあるのですが、一つ目の理由は、ベストプラクティスのところでご紹介しています。忘れた方は、ベストプラクティスのところの、早めにフィルタリングを見返してください。もう一つの理由は、行のフィルターダイアログで、詳細設定を選択すると、複数列に及ぶフィルターを、一つのステップで実行できるからです。テキストフィルターは、列のデータ型がテキスト型の時に表示されます。選択肢としては、指定の値に等しいなど、右側に表示されたリストの条件を利用できます。リストを選択すると、先ほどご紹介した、行のフィルターダイアログが表示されるので、そこで条件に使う語句を変更することもできます。数値フィルターは、列のデータ型が
数値系の型の時に表示されます。選択肢としては、指定の値に等しいなど、右側に表示されたリストの条件を利用できます。リストを選択すると、先ほどご紹介した、行のフィルターダイアログが表示されるので、そこで、条件に使う語句を変更することもできます。日付フィルターは、列のデータ型が日付系の型の時に表示されます。日付フィルターでは、指定の値に等しいなど、右側に表示されたリストの条件を利用できます。日付フィルターはちょっと特殊です。年や日に、今年や今日などの選択肢があります。例えば、日の項目の今日を選択すると、Excel ならば、今日の日付でフィルタリングされますが、パワークエリーでは、デート、偉人カレントデー関数がセットされ、今日の日付と等しい日付をフィルタリングします。そうなんです。Excel のように定数ではなく、日々変化する関数がセットされるのです。つまり、今日とは、クエリを更新した日ということになるわけです。皆さん、ワクワクしてきたでしょ？一度クエリを作れば、更新するだけで今日のデータや、今年のデータを抽出してくれるのです。フィルターを組み合わせれば、前後3ヶ月分なんてことも可能です。マクロで日付を書き換える必要なんてないんです。ぜひ、使ってみてください。編集結果を破棄して、エディターを終了するには、エディターの右上にある、×のボタンをクリックします。すると、変更を保持しますか？と聞いてくるので、破棄をクリックして、変更を保存せずに、エディターを終了します。まだブックに保存していない、新規のクエリをブックに保存するときは、フロッピーアイコンをクリックしてはいけません。新規クエリを保存するときに、フロッピーアイコンをクリックすると、デフォルト値である新規シートにテーブルとしてインポートされてしまいます。ですから、新規クエリをブックに保存する場合は、必ず、閉じて読み込むの文字の部分をクリックして、表示されるメニューから、閉じて、次に読み込むをクリックして、データのインポートダイアログを表示してください。データのインポートダイアログでは、インポート方法とインポート先を指定できます。テーブルを選択すると、データを返す先で指定したシートに、クエリの結果をテーブルとしてインポートします。この方法は、クエリの結果を直接レポートとして利用する場合に選択します。このテーブルから、ピボットテーブルやピボットグラフを作成してはいけません。ここから作成すると、ピボットを更新してもパワークエリーは更新されません。このクエリの結果から、ピボットテーブルを作成する場合は、ピボットテーブル、レポートを選択してください。ピボットグラフを選択すると、ピボットテーブルとピボットグラフが作成されます。ピボットグラフだけを作成したい場合は、ダイアログ下部にある、このデータをデータモデルに追加するにチェックを入れてください。こうすることにより、ピボットテーブルのないピボットグラフを作成することができます。接続の作成のみは、クエリの結果を他のクエリ等で利用する場合に指定します。これを選択すると、クエリと接続情報だけをブックに保存しますので、ブックサイズにはほとんど影響を与えません。ただし、接続の作成のみを選択しても、このデータをデータモデルに追加するにチェックを入れると、クエリの結果をデータモデルに読み込むので、それなりにブックサイズが大きくなります。すでにブックに保存したことがある。クエリの編集結果を上書き保存するには、フロッピーアイコンをクリックします。
新規のクエリ以外では、フロッピーアイコンは上書き保存として機能します。新規のクエリ以外では、閉じて次に読み込むは、グレーアウトして利用できません。ブックに保存済みのクエリのインポート方法を変更したい場合は、Excel 画面のクエリの接続ペインで、対象クエリを右クリックして、コンテキストメニューから読み込み先をクリックして、データのインポートダイアログを開いて変更してください。詳細エディターは、クエリエディターのホームタブまたは表示タブから開くことができます。M 言語を使って独自の変換を作成することができます。Excel のその他のデータソースからのクエリで、からのクエリを作成して詳細エディターを使って直接コードを記述することも可能です。半角文字を入力すると候補が表示され、タブキーで確定できます。クエリの依存関係を確認することができます。クエリエディターの表示タブのクエリの依存関係をクリックすると、クエリの依存関係ダイアログが表示され、クエリの依存関係を確認できます。クエリの更新。インポートされたクエリの結果は、更新することで最新のデータソースを取得して、クエリが再実行されます。ここでは、更新の方法や、更新に関連する設定等をご紹介しましょう。ブックにテーブルやピボットテーブルなどとしてインポートしたクエリは、インポートしたオブジェクトを右クリックして、更新やデータの更新コマンドや、リボンの更新アイコンをクリックすることで、最新のデータソースを取得して、クエリが再実行されます。更新したクエリに参照するクエリがある場合は、参照元のクエリも更新されます。クエリをテーブルとしてインポートして、そのテーブルからピボットテーブル等を作った場合は、ピボットテーブル等で更新コマンドをクリックしても、テーブルのクエリは更新されません。クエリの結果からピボットテーブル等を作成するときは、必ずデータソースとしてクエリの接続情報を利用してください。データタブのすべて更新アイコンや、テーブルデザインタブ等の更新をクリックして表示される。すべて更新コマンドをクリックすると、ブック内のすべてのデータを更新します。ただし、クエリのプロパティ等で、すべて更新で、この接続を更新するのチェックを外すと、すべて更新の対象から除外されます。クエリ、プロパティで、ファイルを開くときにデータを更新するに、チェックを入れると、ブックを開いたときに、このクエリは自動更新されます。ただし、現在のパソコンで対象ブックを初めて開いた場合には、セキュリティの警告メッセージバーが表示されます。ドキュメントが信頼できる場合には、コンテンツの有効化をクリックしてください。現在のパソコンの Excel に信頼済みドキュメントとして登録され、次回以降はメッセージバーは表示されず、そのまま自動更新されます。テーブルやピボットテーブルとしてインポートしたクエリを更新すると、テーブルやピボットテーブルの列の幅が自動調整されます。便利な機能ではあるのですが、想定外に長いテキスト等があった場合に、列幅が広くなりすぎて困る場合もあります。そんな時は、ピボットテーブルオプションや、外部データのプロパティにある列幅の自動調整をオフにすることで、列幅の自動調整を無効にできます。ちなみに、たぬきおやじは基本オフにします。いかがでしたか？この動画では、
パワークエリー4 Excel を使う上で、知っておいてほしいことをまとめてみました。パワークエリーの変換機能自体を知らない方にとっては、わかりにくい内容だったかもしれません。しかし、なんとなく見ていただければいいんです。実際に、クエリをある程度作ったら、もう一度見直してみてください。たぬき親父が、なぜ、いきなり、こんな話をしたのかが、わかっていただけると思います。たぬき親父流。Excel の正しい使い方チャンネルでは、継続する業務での Excel の正しい使い方を発信しています。気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。また、動画に対するコメントもお待ちしています。さあ、始めよう。